動画をご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルは朝活、夜活に打ち込む社会人の日常 Vlog です。高評価とチャンネル登録を倍プッシュしていただけると嬉しいです。おはようございます。今日もなんとも芸術的な寝癖を作り出してしまいました。私です。寝癖を直したら今日もエンジンをかけていきます。まずは朝食。今日は彼女が買ってきてくれためっちゃ大きいフォカッチャを食べます。朝に美味しいパンが食べられる。これだけで早起きする理由になるとかならないとか。表面えぐい焦げました。とっておきのフォカッチャを見事に焦がしたこの男は何事もなかったかのように早速朝活を始めていきます。今日も今日とて凡人のギアがうなります。朝活を始めてすごくいいなと思うのはこの時間が誰にも邪魔されない時間だからです。夜だと家事があるし体は疲れてるしで完全にハードモード。だけど朝は何もない、誰もいない、体力は無限、ちょっぴり眠い。完全に私だけの領域です。今だけはあの五条悟にも勝てます。いや、逆フィジカルギフテッドなんで無理でした。脇目を振らず圧倒的な集中力で進める凡人の 1% の努力。今日もしっかりと物事を進めることができました。はい、ということで、今からね、会社に向かいたいと思います。出社前に最後の儀式、日焼け止めを塗っていきたいと思います。私事ですが、髭脱毛しておりまして、なんか日焼け止め塗らないと大変なことになるとかならないとか言われた気がしているので、ちょっぴり面倒ですが、念のため塗っています。もう一つ忘れてはいけない、私のトマト農場への放水作業を行ったら、今日も仕事を頑張りたいと思います。ということで皆さん、行ってきます。帰宅しました。皆さんに最近マジでハマりすぎているものを紹介するために動画を緊急で回しています。それはここなんですよ。カプリ調査。正直甘く見てたよ、カプリ調査。最近4週連続くらいで来てしまっている。もはやここは第二の故郷と言っても過言ではない。皆さん、カプリ調査で一番うまいもの選手権をしましょう。個人的にはこれ、ミネストローネなんですよ。これマジでうまい。ありえない。うますぎる。こんなに牛肉の旨味が溶け込んだ米が食えるミネストローネがあっていいんだろうか。米は食わないけど。ということで最高の金曜日はカプリ調査にありました。現場からは以上です。うまいけどそうはならない。おはようございます。2日目です。毎週ついてくるディエゴスティーニ寝癖を確認します。今日はなんていうか芸術性に欠けるっていう感じですね。最近もう真夏ですね。部屋の中がムシムシしていて最高にアイスコーヒーがうまい季節になってきました。ということでアイスコーヒーを準備していきたいと思います。私の家の冷蔵庫、氷が作れないので、氷がない日はホットで飲むという、やけに気合の入ったカフェイン中毒者としてやらせてもらってます。まあ、ホットでもコーヒーはうまいからね。飲まずにはいられない。それでは朝活を開始していきます。まあ、やる気は今日はそこまでないんですけど、いやまあ正直めっちゃないけど、というかもうごっつないけど、一旦机に向かいます。まあ一旦机に向かってしまえばこっちのもん、黙々と作業ができてしまう。なんかの術にはまったみたいです。なんかこう手が動いてしまうんだよね。ちょっぴり眠いけど、そこはカフェインでなんとかする。脳にカフェインをインプットして、やる気に頼らず、黙々と作業に勤しむ平日朝7時。朝の時間は凡人のわしが書くにはちょうどいい時間です。1% の努力だけ着実にやっておく。できるだけ頑張る。無理はしない。そんなこんなで今日も人生をしばき上げていきます。日焼け止めをこれでもかと塗りたくったら靴下を装備していざ出陣。出社するぞー。暑すぎる。帰宅しました。死ぬかと思った。はい、夏完全にやりすぎです。30代になって夏が一番答える季節かもしれません。そんなことを言っても我が家の総料理長として今夜の夕飯を落とすわけにはいきません。こちらのセールで安くなっていたレンコンを使って一品作っていきたいと思います。私くらいの腕前になるともうその日の冷蔵庫にある食材だけを見れば適切なレシピがピーンと来るわけはなく、いつも通り良さげなレシピをネットでこれでもかと検索します。見つけたら正直こっちのもん、いい感じの料理をいい感じの味付けでいい感じに作ることができます。ということで本日の料理、豚肉とレンコンの炒め物。夕飯を食べたら夜活の開始です。ご飯を食べて机に向かう。その繰り返しが毎週繰り広げられていますが、毎週新鮮な気持ちで動画を作れるのが不思議なところ。台本を作って話す。この作業によって感情やら言葉を吐き出せる。そんな工程がいい方向に働いているのかもしれません。まあ、毎週吐き出しているとガス欠になっているっていう時もあるんですが、本当に机に何時間向かっても、あれ何も言うことねえ。的な感じの時があります。
そういう状況で絞り出した言葉、その積み重ねで成り立っているのがこの動画です。ジェンガで言うとほぼ最終局面、次のやつで終わらせるみたいな限界ギリギリですが、恩人なりに積み重ねていきたいです。地道に続けておきます。最近電球が切れて暗闇で風呂に入っていたわしです。意外に闇風呂悪くないなと思っていたんですが、さすがに電球交換しようと思います。歯のフロスをしていきます。本当にね、フロス大事ですよ。毎晩欠かしません。ということで明るくなったお風呂に入りたいと思います。夏になるとちょっとしんどいドライヤー。今日も寝ます。おやすみなさい。ということで皆さんおはようございます。今日今ね病院に行ってきまして、私もう本当にずっとねこの胸のねここの辺りがなんか痛すぎて、ちょっとおかしいなと思って今日病院行ってきたわけなんですよ。普通にねレントゲン取りましょうかみたいになったんですよ。でもどうせ筋肉痛だろうと思って、レントゲン取らせてもらってでね、パッて貼るじゃないですか。先生がこうやって見てて、折れてますね。折れてました。はい。肋骨折れてました。普通に先週から脇の腹斜筋のあたりが痛いみたいなことを言ってたんですけど、肋骨普通に疲労骨折しました。別にしたくない人生初体験、肋骨骨折。いや普通にね舐めてたよね。レントゲン取っても意味ないと思うよなんて思ってたよね。めっちゃ意味あったわ。普通にレントゲン見たら確かに骨にひびっぽいの入ってたし、肋骨って折れるんすね。正直びっくりっすわ。ちなみに痛いんですけど普通に生活できちゃいますね。腕とか足折れるより全然支障ないです。痛いけどね、普通になんであんな痛かったのかはっきりしたよね。だって折れてるんだもん。もう筋肉痛だと思ってたんで、もうこれ言えないよねこれね。いいです。ということで3週間ぐらい痛みと戦うことになるらしいんで、ぼちぼち頑張っていきたいと思います。いや気をつけた方がいいです。皆さん咳のしすぎは本当に肋骨折れますよ。はい。ということで現場からは以上でした。おはようございます。そんな中で迎えた3日目は休みです。ちょっとゆったりめの起床。なるべく8時間睡眠して体を回復させようとはしています。そんなこと言っても治らないので、毎日の日課はコーヒーを入れていきます。コーヒーマシンを買ってからというもの、豆を選ぶ楽しみが地味に増えました。数ヶ月前に Amazon のセールで気になった豆をまとめ買いしたんですが、カフェイン中毒の私が飲みすぎたあまり、豆がすでに底をついています。次は何の豆を試そうか。視聴者の方でおすすめの豆があったら教えてください。ということで休みの一発目は遅めの朝活から始めます。朝活で脳みそを叩き起こす。そんな習慣にどっぷり浸かり始めております私です。相も変わらず毎週頑張っている映像を垂れ流しているわけですが、目標はまだありません。それでも続けられているのがもはや狂気。しかもこやつ肋骨折れてんすよ。これもまた狂気。そんなダブル狂気システムで元気に動いています。そんな狂気の先にあるんじゃないかと信じて、今日も 1% だけ積み上げていきます。朝活を終えたらささっと着替えていきます。今日は今から月に一度のあれをやりに行きます。向かうのは大阪駅。そう、それは脱毛です。前回死ぬほど痛かったのでビビり散らかしていきましたが、今回は最新式の機械だったようで、常に M ステみたいな霧が出続けており、冷やされているおかげか、マジで感動レベルで全然痛くなかった。どんな業界でも技術を進化させる人たちってすげえ。そんな感動を感じながら家に帰ってきました。はい、ということで無事ね、脱毛から帰ってきました。今から夕ご飯をもう作っていくわけなんですけど、夏といったらこれでしょっていうことで、あれを作っていきたいと思います。そんな大したもんじゃないんですけど、夏といえばわしカレーだと思うんですよね。そんな中でも今日作るのは、最近インスタグラムくんを開くたびに無水カレーというものが流れてきて、普通に見過ごせないレベルになってきた。一体何なんだよ無水カレーって。それうまいのか。そのせいでどんどん気になってしまって、挙句の果てに作ることになりました。作り方を確認すると、材料を切って鍋にぶち込んだらほぼ完成。あと煮込むだけなんて簡単じゃん。まさに私にぴったりな料理です。煮込み中は暇なので、一旦普通にプロジェクトヘイルメアリーを見ておきます。そしたら完成しました。おお、結構うまそう。ということで無水カレーいただきます。食べた感想はめっちゃうまい。思ったより2日目のカレーっぽい味わいなんですね。水を入れていないからか濃厚な感じで、これはこれでハマりそう。続きの映画を見ながらもっさもっさ食いたいと思います。ということで夜活開始。韓国旅行の動画を編集していきます。旅行先行ってテンションが上がってしまい、たくさん録画してしまうので、編集するクリップがたくさんあって結構大変です。なんとか綺麗にまとめたいので力を入れて編集していきます。
MacBook に買い替えてからソファーに座って作業できるのがちょっといい感じです。いやー、活動範囲広がったな。いや、めちゃくちゃ狭いけど、隣の部屋から隣の部屋に移れるようになっただけだけど、なんかそれだけでも気分転換にはなります。彼女がご帰還なされるので、今のうちにメッシを温めておきます。信じられてたもんね。うまっ。独特なカレーじゃない？結構でも作ってから2日ぐらい置いたカレーの感じしない？ちょっと。ということで、今週もここまでご視聴いただきありがとうございました。無水カレーは大成功、肋骨は骨折、朝活夜活も勤しんだ 1% くらいは進歩した気がする1週間でした。モブ人間の日常はこれからも続いていきます。来週また日曜17時にお会いしましょう。おやすみなさい。